ソクラテスについて、ソクラテスの生涯と哲学。今日は古代ギリシャの哲学者、ソクラテスに焦点を当てていきます。彼はどのようにして哲学者となり、その教えが今日にどうつながるのかを掘り下げてみましょう。ソクラテスはアテナイの市民として生まれ、当時の社会、政治、文化に深く関与しながら、彼の思考が形成されました。彼は自らの教えを学校や著書で残すのではなく、市場や広場で人々との対話を通じて伝えました。彼の教えの中心にあるのは、知の徳と自分自身を知ることです。ソクラテスは、人が真の知識を持つためには、まず自分自身の無知を認識することが重要だと考えていました。真の知識への道は自分自身の無知を認めることから始まる。これこそが私の哲学の出発点だよ。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。ソクラテス式問答法エレンコス。ソクラテスの問答法、エレンコスは、対話を通じて相手の考えを深める手法です。では、この方法がどのようにして人々の思考を刺激し、深掘りしていったのか見ていきましょう。エレンコス法は、相手の主張を質問によって徹底的に検討することにより、矛盾や未検討の側面を明らかにします。これにより、相手は自らの信念を再評価し、より確かな理解に至ることが可能になります。例えば、ソクラテスはしばしば、徳は教えられるかと問いかけ、対話を通じてその答えを導き出していました。このプロセスで参加者は自らの考えを深め、より根拠のあるに達することができました。真実を追求する旅は簡単なものではない。しかし、そのプロセス自体が私たちをより賢明にするんだ。ソクラテスの死と、その意義。ソクラテスの死は、彼の哲学的信念に対する最終的な証として、歴史に名を刻んでいます。彼がなぜ死刑を受け入れたのか、その背景と意義を探ります。ソクラテスは、自分の教えや信念を曲げることなく、真実と正義を追求し続けることを選びました。彼にとって、自己の誠実さを保つことが、生きる上で最も価値のある行為でした。裁判で、ソクラテスは自分を弁護することができましたが、彼は、自らの哲学を守るために、それを選びませんでした。その代わりに、彼はアテナイの市民に対して自己省察と哲学的探求の重要性を訴え続けました。私の死があなたたち一人一人の心に永続する問いかけとなれば、それが私にとっての真の勝利だ。人生の目的とは、自己実現の追求。人が本当に何を求めているのか、そしてその過程で自己実現をどのように捉えるべきかについて、ソクラテスの教えを通じて探っていきます。自己実現は、個人が持つ潜在能力や夢を最大限に発揮し、実現することです。ソクラテスは、人が自己実現を果たすためには、自分自身と向き合い、内面の声に耳を傾ける必要があると説きました。例えば、ソクラテスは若者たちとの対話を通じて、彼らが抱える問題の根源を見つけ出し、自分自身の価値と役割を理解する手助けをしました。これは、自己実現への第一歩と言えるでしょう。自分自身を知ることが、真の自己実現への道。お前たちが何を本当に求めているのかを知る旅は、まず自分自身の内面と向き合うことから始まるんだ。理性と感情のバランス。理性と感情。これら二つのバランスは、どのように取ればよいのでしょうか？ソクラテスは、この二つがどのように連携し合うべきかについて、具体的な考えを持っていました。理性だけでは、冷たくなりがちで、感情だけでは不安定になりがちです。ソクラテスは、両者が調和することで初めて、人は真の意味での知と幸福を得ることができると説いています。日常生活でこのバランスを取るためには、例えば、感情的な反応を抑えつつも、その感情が何を意味しているのかを理性的に分析することが有効です。感情を感じることを恐れるな。しかし、その感情に支配されることもない。理性と感情、これらは共に踊るべきだ。お前たちの中の理性が感情の音楽に合わせてどう動くべきかを教えるんだ。社会的責任と個人の幸福。最後に、社会的責任と個人の幸福というテーマを掘り下げます。ソクラテスはこの二つがどのように相互作用するか、深い洞察を示しています。個人が社会に貢献することは、自己実現の一環として非常に重要です。ソクラテスは、自己の幸福を追求する中で、それがどのように社会全体の利益につながるかを常に考えるべきだと説いていました。アテナイ市民として、ソクラテス自身が示した生き方は、個人的な追求と社会的責任の完璧な例です。彼の哲学は、個人の行動が大きな社会的影響をもたらすことを教えています。お前たち一人一人の行動が、社会に何をもたらすかを考えなさい。個人の幸福を追求することと、社会に貢献することは、決して相反するものではない。これらはお互いを高め合うんだ。ソクラテスに学ぶ、人生の目的を見つける方法、真実を求める勇気。ソクラテスは、なぜ真実を求め続けることが重要だと考えたのか、そのを深掘りしていきましょう。真実を追求することは、自己の誤解や社会的な偏見を超えるための第一歩です。ソクラテスは、自己認識を深め、より良い判断を下すためには、まず事実の理解が必要だと教えています。日常で真実を見極めるためには、情報の源を常に疑い、多角的に考えることが重要です。例えば、
ニュースを見る際には、異なるソースからの情報を比較検討することが有効です。真実はしばしば覆い隠されている。だが、それを探求する勇気を持つ者だけが、真の自由と理解を手に入れることができるんだ。哲学的生き方の採用。次に、哲学的生き方の採用について見ていきます。具体的には、ソクラテスの教えをどのように日常生活に応用できるかに焦点を当てます。哲学的生き方とは、ただ生きるのではなく、生き方そのものに意味と目的を見出すことです。ソクラテスは、日常の選択一つ一つに意識的であることが、充実した人生への鍵だと教えています。例えば、日々の決断をする際には、その選択が長期的に自分や他人にどのような影響を与えるかを考えること。これは、ソクラテスの問答法を用いて自問自答することで実践できます。毎日の小さな選択が結局はお前たちの運命を形作る。それぞれの決断に哲学を持って臨め。そうすれば人生はより豊かなものになるだろう。個人の成長と社会貢献。最後に、個人の成長と社会貢献について考えます。ソクラテスは自己成長を通じてどのように社会に貢献できるかについて深い見識を持っていました。自己成長は自己実現だけでなく、社会全体の向上にも寄与します。ソクラテスは、個人が自分自身を高めることが、結果的に社会の福祉を向上させると説いています。社会に貢献する方法の一つとして、教育やボランティア活動に参加することが挙げられます。これは、個人のスキルや知識を社会に還元し、同時に自己の成長にもつながります。一人一人が自分自身を磨き、社会に貢献すること。それが、真の哲学者として生きる道だ。お前たちの行動一つ一つが大きな変化を生む原動力となるんだと説いています。